んこんにちは、なるです。今回は日本一の温泉湧出量を誇る温泉の町、別府にやってきました。別府市は大分県東海岸の中央部に位置しています。鶴見岳と伽藍岳という2つの火山の麓に広がっています。大分のもう一つの代表的な温泉地として知られている湯布院とは、湯布岳を挟んで車で約30分の位置関係にあります。別府には別府八湯と呼ばれる8つの温泉郷があります。今回は別府温泉と鉄輪温泉を中心に巡ります。別府温泉は JR 別府駅周辺の繁華街に広がり、大きなホテルや飲食店、商店街などが多く出揃う場所です。別府のシンボル的な共同浴場である滝ヶ原温泉もこのエリアにあります。そして鉄輪温泉は立ち上がる湯煙の絶景を眺めることができる湯煙展望台があるエリアです。ミネラル豊富な100度近くある源泉をうまく利用した地獄蒸し料理を味わえ、伝統ある鉄輪蒸し湯や地中深くから噴気、熱で熱湯が噴出する地獄巡りを楽しめます。レトロな街並みが残る温泉街を散策するだけでも癒される魅力的なエリアです。別府温泉と鉄輪温泉間はバスで約20分くらいの位置関係にあります。アクセスについてです。飛行機を利用するなら大分空港を利用します。例えば東京の羽田から大分空港まで約1時間30分のフライト。大分空港からバスで約1時間で別府市内に到着します。鉄道の場合、東京からは新幹線で小倉駅まで約4時間45分。ここから特急に乗り換えて約1時間30分で別府駅です。福岡・博多からは特急電車で約2時間です。フェリーの場合は別府国際観光港にサンフラワーが入港しています。大阪南港から約12時間の船旅です。車の場合、福岡市内から約2時間、北九州市内から約1時間40分です。別府市内の移動方法についてです。別府市内の移動には、マイ別府フリーのフルスパバスが便利です。別府鉄輪を巡回するぐるっとと、別府鉄輪明晩を往復するスパットの2路線で構成されています。別府にやってきました。今は別府駅前です。で、私の後ろにある銅像、これは油屋熊八さんの銅像で、この人は実業家でこの別府の観光を発展させた方と言われてます。具体的に言うとバスガイドを導入したり、この源泉を巡る地獄巡りを考案したり、整備したり、温泉マークを広めた方と言われてます。で、口癖が生きてるだけで丸儲けという口癖があったそうです。そんな別府を今日と明日楽しんでいきましょう。何か質問あればどうぞ。質問あれば。質問入ってないんだけど。大丈夫、聞こえるよ。ないですけど。ないの？なんかあんの？何？あの人の後ろについてる鬼は何とか。ああ。
なんかおじさんの後ろについてるあれ何子供なんかわかんないけどなんか。あれは鬼だって。あ、鬼なんだ。彫刻家の人がなんかつけたんだって。そうなんだ。大して感想言えなかった。よし、見てまいりましょう。銅像の隣に何かありました。見てみますか。はい。手湯がありました。手湯。あ、来た。気持ちいい、暖かくて。暖かくて気持ちいいです。すごい吹き出てるよ。こんな駅前から温泉が湧き出てるんだね。確かにすごいね。すごい。温泉券のだけあるよ。地元の方から観光客まで幅広い層に愛されているお寿司屋さん。新鮮な旬の魚を味わえる人気店です。いただきます。中内軍艦、もう見た目がさ、すっごい輝いてる。すごい。うまいやつはもう輝いてるな。ツヤツヤだよ。いただきます。とろけるよ。マグロの旨味もあって、すぐとろけちゃう。ああ、素晴らしい。おいしい。やっぱ中落ちだね。とろける。本当にとろける。うまっ。すごい美味しいよ。卵が届けました。めっちゃでかいよ。私の髪の毛の長さぐらいあるんじゃない？確かに。ふわ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 だよ。ふわふわ。あ美味しい。ふっくらしてる。確かにふっくこれが甘らしそうだね。くてね。美味しい。甘だれ？甘だれ。で炙ってる感じも感じられてね。すごい美味しい。今までと違った感じでいいかも。はい。結構甘いやつ食べてなかったから。あ味変で美味しいわ。お腹いっぱいになっちゃうね、これだけでもね。あ、確かに。すごい大きいよ。いただきます。琉球は大分の郷土料理なんだって。うん。どういうやつ？いろんな魚を醤油とかみりんとかで混ぜて味付けしてあるんだって。ああ。うまっ。一個一個の魚が大きくて美味しい。ごまがあるのもいいね。え？ごまがあるのもいいね。美味しいよ。鉄輪温泉郷の出湯坂のふもとにある日本旅館器別府鉄輪。全室に源泉かけ流しのお風呂がついています。大きいよ。あと外にも露天風呂がある。あったかい。わあ、いいね、いいね。早く入りたい。なんか源泉引いてるんですよね。2種類。言ってた。ぬるいのと冷たいの。あ、じゃあぬるいのと熱いの。お風呂が2つあるなんて贅沢だよね。いっぱい。しかもさ、近くにあるからさ、何回でも楽しめるね。なんか他のホテルとかだとさ、1回お風呂入ってまた着替えて違うとこ行ってとかだけど、ここはさ、一瞬5歩ぐらいで行けるからいいね。
はい、今部屋についている露天風呂に入ってます。高温の温泉と低温の温泉があって、自分でちょうどいい温度に合わせて蛇口をひねって温泉を出して入ってます。すっごい気持ちいいです。外が寒くて、このお風呂に入ってるところは暑くて、はい、上は寒くて下は暑いみたいな感じです。お湯は透明です。露天風呂はこう外を見ることができます。木があって空を見えます。だから夜入れば星空が見えると思います。それを楽しむのもいいなって思います。で、中のお風呂にも入りました。中のお風呂は黒い浴槽で広い感じでした。足を広げられます。で、ちょっと腰掛けるスペースもあって、半身浴、足だけ入るとかそういう入り方もできます。はい、中はこっちです。すっごい気持ちいいです。油断してると長風呂しちゃいそうですね。これから鶏天を食べに行きます。駅の向こうだよね。駅の向こう、海の方に向かってます。そこが有名みたいなので、早い時間に今向かっています。いただきます。サクサクだよ。鶏プリプリで衣サクサク。美味しい。本場の鶏天。からしがいいね。いいアクセントになってる。うまっ。衣がサクサク。このタレも美味しいね。甘い感じで美味しい。鶏天と唐揚げの違いってなんだろうね。鶏天だから天ぷらなんじゃないの？確かにそうかも。天ぷら粉ってこと？鶏天は天ぷらになるのか。唐揚げじゃないもんね。そうだね。全然別物だね。調べました、違い。唐揚げは肉に下味をつけて片栗粉をつけて食べる。鶏天は天ぷら粉をつけて揚げ、食べるときにポン酢などのつけだれを使うって。それの違いか。だからポン酢つけて食べるんだね。それポン酢なんだ。これポン酢なのかな、わかんない。甘くて美味しいよ。このお店は天丼も名物だそうなので、天丼もぜひ食べてみてください。エビの本数が選べます。湯気がすごい上がってるよ。すごい。こんなにたくさんのところからもくもくなってるんだね。綺麗。すごいね、煙が。こんなにたくさん出てるなんて。さすが噴出量日本一だけあるね。確かに。毎分ね、ペットボトル200本分の
温泉源泉がやっぱこうやって出てるんだって。すげえ。すごいよね。こんなに勢いあるんだね。なんかあそこだけ温泉の匂いしてさ、あったかいんかな。うん。まさかさ、別府で夜景見れるとは思わなかった。確かにね。綺麗だね。おはようございます。これから朝ごはんを食べに行きます。ホテルから徒歩5分ぐらいのところにあるカフェで朝ごはんを食べます。わー、すごい湯気がもくもくと出てます。すごいね。うん。鉄輪は別府八湯の一つで、別府八湯っていうのは別府にある温泉地のことです。鉄輪はこうやってもくもく湯気が立つことで有名です。代表的な景色です。すごい。しかもこのもくもくのところ歩くとさ、あったかいよ。ここ歩くとあったかい。すごいおしゃれだね。なんか元病院なんだよね、確か。うん。景色もいいしね。坂が見えて、太陽も見えるよ。海も見えるわ。すごい素敵。うん、いいね。こんなおしゃれな料理久しぶりだから、テンションがめちゃくちゃ上がっちゃう。そう、朝からさ。美味しい。この上のパリパリが美味しいね。朝からこんなおしゃれなのあんまないんだね。自分じゃ絶対作らないしさ。テンション上がるわ。いただきます。おかゆのさ、入れ物もめっちゃ可愛くない？確かに。粒はなんか全部がさ、ツボに刺さる。私はツボに刺さる。うわあ、美味しい。軽く塩味がついてて美味しい。
豆も入ってる。温まる。体の中が温まる。美味しい。優しいからさ、全部スルスル食べれる。うまっ。美味しい。雰囲気も優しいしさ。確かに合ってるよね。店長さんも優しいしさ、ゲストも優しいしさ、すべて優しい感じ。優しいつながりやな。美味しい。猫が可愛すぎる。確かめっちゃ自由じゃん。に。確かに。可愛い。この辺に住む猫になりたい。この辺っての。この町だったらさ、さっきみたいに虫湯できんじゃん。で、多分ちょっと太ってるからさ、餌は多分あるじゃん。こうやってゆっくり毛づくろいまで来てさ、確かに。この町の猫になりたいわ。自由だし。自由じゃないんだよね。いや、そんなことないけど。いや、自由だけど。猫を見ると、そう思う。体も心も温まるカフェだった。これで、神田を本格的に散策していきましょう。はい。共同風呂とかもね、いっぱいあるみたい。行こう。あ、ここ、神田温泉だよ。神田温泉。お風呂に入れるの。共同で？ここはね、珍しい虫湯も楽しめる場所なんだよ。あ、そうなんだ。今やってんのかな。あ、やってるんだ。虫湯って何？虫湯知らないの？知りませんけど。虫湯っていうのは鎌倉時代から伝わる伝統的な温泉方法だよ。温泉の活用法。そう。なんか薬草が敷き詰められてるところにこう横になって蒸気を浴びるみたいな感じ。風呂に入るわけじゃなくて、こういう蒸気で温まるっていう方法だね。すげえ。で、この方法を考えたのがお坊さんなんだけどそのお坊さんの銅像が後ろにあるの。そう。行ってみよう。はい。温泉の活用法を教えて神奈温泉を開いたとされる一辺上人だよ。一辺上人は踊り念仏を始めたお坊さん。南無阿弥陀仏で極楽に行けるという自相の開祖です。はい。これね、お湯をかけるんだって。やってみよっか。うん。暖かそう。それでは足飯を体験してみます。中に足入れる。うわ、すごい蒸してる。うわ、あったかーい。こうするんだ。うわ、めっちゃあったか。足だけでもあったかい。あったかい。暑いぐらい。暑い。暑い。暑くて入ってられない。あったか。うわ、めっちゃ気持ちいい。うわー、すごい。暑いよ、暑い。いやー、暑いけど気持ちいい。いやー、暑いわ。あったかい。暑い。うわ、足ツルツルだ。ツルツルになったよ。そう。うわー、気持ちいい。もう一回やってみる。暑いんだけど気持ちいいね。癖になる感じだ。あったかいけど暑い。何これ、面白い。暑い。
はい、次は湯煙通りに来ました。湯煙がいっぱい見えるのかな、ここは。散策してみましょう。朝だと人いなくていいね。確かうん。到着した。ここでお昼を食べよう。温泉の蒸気で蒸したご飯を食べれるんだって。美味しそう。温泉の噴気を利用した地獄蒸し料理は別府鉄輪温泉で江戸時代から伝わる伝統の調理法です。この施設では自分で選んだ食材を窯場で蒸して食べることができる体験型施設として人気があります。いただきます。ふわふわ。美味しい。すっごいふわふわ。この中はなんだろう。中の具がわかんないけどすごい美味しい。なんかコンビニで売ってる肉まんよりすごいふわふわしてる。やっぱ蒸気で蒸してるからかな。すっごいふわふわでね、程よい水分もあってね、美味しい。野菜も食べてみます。レンコンって硬そうじゃない？大丈夫なんかな。うまっ。ホクホクだ。ホクホクでシャキシャキで美味しい。なんかレンコンの旨味凝縮されてる。はい、大分の郷土料理の野菜も食べてみます。小麦粉の麺にきな粉を混ぜました。どうなんだろうね。どうなんだろう。だってうどんにさ、きな粉かけた感じだよね。確かに。意外と変じゃないかも。美味しいよ。きな粉がさ、意外と合うね。やみつきになる。麺がすっごいもちもち。茹でた時よりさ、もちもちなんじゃないかな。美味しい。合うわ、意外と。デザートとして美味しい。ご飯美味しかったね。いい体験ができた。確かに。ね、これでついに地獄巡りをしていきましょう。地獄巡り、海地獄。源泉を、さまざまな源泉を見ることを地獄巡りって言うんだって。あ、そういうことなんだ。
でまず海地獄に行きましょう。はい。別府八湯に点在するさまざまな色や性質の源泉、地獄を巡る観光スポット。それぞれ特徴的な色彩と雰囲気を楽しめ、7つの地獄を巡ることができます。今回私は2カ所の地獄を巡ってきました。思った以上に青かった。綺麗なスカイブルー。すごいブルーだね。色鮮やかなブルーでびっくりした。この色はね、温泉の成分である硫酸鉄が溶解してるんだって。すごいね。こんな色になるんだ。色わざと入れてるわけじゃないよね。さすがに。そうだよね。すごーい。うわー、勢いもすごいし。すごい。この色の温泉入りたい。渡る前は手を挙げてお願いします。横断歩道で力持ち。渡る前は手を挙げて。スナイピー地獄到着。見てみよう。真っ赤だね。あそこに穴があるのあれ。わかんない、なんだろう。この血の池地獄はね、酸化鉄と酸化マグネシウムなどを含んだ赤い熱泥が地層から噴出、蓄積するため赤く染まるんだって。すげえ。ちょっと泥っぽいんだって、ここ。あ、確かに。そんな感じするよね。重そうな感じだもんね。すごいよ。あ、こっちまで赤いんだ。広いね、この池。すごいよくわかる、赤いのが。すごい雰囲気のある商店街に来ました。ここを通って温泉に行きたいと思います。この温泉は明治時代に建てられたそうで、千と千尋の油やお風呂のモデルになったと言われている場所だそうです。こんな感じが楽しみですね。すごいね。めちゃくちゃ大きくてびっくりしたんだけど。瓦屋根なんだ。昔は竹だったんだって。あ、そうなんだ。瓦になって、ああ、そういうこと。そこから竹瓦温泉になったんだって。すごい。すごいね。大きい。なんかもっとさ、こじんまりしてんだと思ってた。共同風呂だからさ。ね、大きいね、これは。明治12年創業。温泉の他に温泉で温められた砂の中に体を埋めて温まる砂湯も楽しめます。お風呂良かったね。よかったね。なんか昔ながらって感じだったね。そうだったそうだった。そんなに暑くなかったかも。まあ確かにちょうどよかったね。ちょうどよかった。なんかお風呂の感じも今まで見たことない感じだった。脱衣所があって、その下か
階段降りて下に浴槽があったね。一室全部お風呂みたいなう感じだん、ね。そうだった。でさ、天井めちゃくちゃ高かったね。あ、そうだね。天井を眺めながら入った。うん。なんかさ、写真で見るとちょっと汚そうだなーって思ったけど、綺麗だったね。あれがいい感じ出してんじゃないの、その古い感じが。あ、そうかもしれない。めちゃくちゃおすすめだね。はい。